鬱になってもなんとかもがこうとしたりしてまた落ちちゃったりみたいなのを繰り返してすごい長引いちゃったなっていうふうに僕は感じてるんで。はい、こんにちは、とつです。今日は僕の人生で一番大きかった鬱の時のそれをどんな風に乗り越えたかっていうことと、一番どういうことが鬱に効くかっていうことを僕の体験談から一つお話しできればいいなっていう風に思っています。このお話自体は僕は躁うつ、双極性障害の鬱の話をしてるんで、うつ病とはちょっと違うところもあるかもしれないんで、その前提で聞いていただけると幸いです。はい、ということで結論からなんですけど、うつから抜け出すために、僕が一番効くなって思ったことは、全ての責任、約束、未来の予定を放り出してただひたすらに寝るっていうことです。うつから抜け出していくっていうことのプロセスは一人一人違うと思うんですけど、でもこれは結構共通ではあるのかなっていうふうに思って話してみることにしました。それができた苦労はしないっちゃしないんですよね。生きていくためにお金は必要だったりとか、何々しなきゃいけないっていうことはたくさん生きていく上であると思うんで、その上で全部手放すっていうのはなかなか難しいかなっていう気はしてるんですけど、でも僕にとってはそれが一番効いたし、鬱になってもなんとかもがこうとしたりしてまた落ちちゃったりみたいなのを繰り返してすごい長引いちゃったなっていうふうに僕は感じてるんで、できるだけ早くその環境というか全部放り出してもういいよっていう環境を作ってあげた方が良かったなっていうふうに今振り返ってすごく感じてます。その方が結果として早かっただろうなっていうふうに感じてますね。僕の場合は中学生ぐらいから1ヶ月に丸1日とかうつが来るようになってました。なんで思春期頃からその躁うつの波みたいなものが出始めてて、それまでも学校の人間関係の中でだったりとか、あとはその社会人になってからは仕事ですよね。自分で仕事を始めて自分を追い詰めちゃったりとかして働けない期間があったりとか、会社に行けない、仕事ができないみたいな期間があったりとか、何度かそういうのを繰り返してきたんですけど、決定的になったのがその 3,4 年前で、その 3,4 年前決定的になったその時のうつが本当に一番きつくて、一番しんどかったですね。その時は自分で、独立してデザインとコーヒーの会社立ち上げて、でそれで頑張っていこうって思って3年ぐらい続けて、だんだんと少しずつですけどちょっとずつ成長し始めてる頃に、毎日ずっと何かに追われ続けてて、自分で選んだ仕事だし好きでやってるはずの仕事なのに心がついていかないというか、すごく苦しくなり始めてる、本当にこれでいいんだろうかみたいな気持ちになり始めてるけど、それを騙し続けるというか、いやいいんだこれでみたいな、この道で正しいしみんな頑張ってくれてるし、クライアントの方々もメンバーのみんなも裏切るわけにはいかないから、このままやっていこうっていう風にどんどんその抑え込んでいったものが抱え込んでいっちゃって、ある日を境にもう完全に働けなくなっちゃうみたいなことが起きました。その頃の記憶って本当に曖昧なんですけど、すごい深い井戸の底にいるようなというか、ずっと暗闇を見てるみたいな感じで苦しいし、これまで一緒にやってきてくれた人とかパートナーを裏切ってしまったっていう罪悪感もすごくあったし、自分自身に対しても失望しちゃうというか、自分には価値がない、すごく欠陥があって、こういうふうに自分の好きなことでも頑張ることもできないっていうような自己否定にずっと苛まれてるみたいな感覚がありました。多分最初の3ヶ月ぐらいはそれでずっと布団に寝転がったまま何もできなかった気がします。少し元気が出たら布団に寝たまま動画見たりとかで、あとは最低限のご飯とトイレだけ行くみたいな、何も考えられなくなる感じですよね。ただただ自分を責める。でもその自分を責めるのも辛いから、それをかき消すためにずっと動画見たりとか、意味のない情報だったりとかでいっぱいにしとかないと、その自己否定を繰り返しちゃうんですよね。そういうような3ヶ月ぐらいを送っていたような気がします。で、そこからもうこれはもうダメだなということになって、その時に初めて精神科の受診をしたんですけど、自分が双極性障害であるっていうことを自分で初めてその時に認識して、お薬をもらって、で薬も飲み始めるとちょっと楽になってきて、その止めるべき自己否定の声がちょっと薄まる感じというか、自分を責めすぎなくて良くなる感じ、それが薬で僕は楽になったって体感だったんですけど、薬をもらってちょっと楽になってきたなっていうふうに思ったから、またデザインの仕事ちっちゃく始めたんですよね。やっぱりまだ結構苦しくて、半年ぐらいかな、また辞めることになっちゃって、その仕事もこれはまたそれで仕事に戻っていくと同じこと繰り返しちゃう
なっていう感覚があって、でなんか根本的にもっと変えていかないといけないというかっていう危機感というか、そういうことをその時に感じたんですよね。そこからは新しいデザインの仕事はもうしばらくしないっていうふうに決めて、本当に仕事も何もしてないニートになってたんで、丸一日暇だなっていうことで、その時に双極性障害のことだったりとか、あとはユング心理学とかアドラー心理学みたいな心のことの勉強だったりとか、あとは絵を描き始めたのと文章を書き始めた、今にも続いている制作活動っていうのもその時に始めました。それもなんか絵描いたり文章書くのも仕事にしようっていう風にするんじゃなくて、とにかくその時に自分が作りたいものを作る、やりたいことをやる、そんな風な半年から1年ぐらいを過ごしてました。その時はもう本当に寝る時間もめちゃくちゃ長かったですね。多分1日10時間から12時間ぐらいは寝てて、で起きてる間はご飯食べて、間の数時間とか創作活動してみたいな、そんな日々をずっと送ってました。でお金の貯金が、会社頑張ってやってた頃のお金の貯金があったので、それでなんとか生きていって、数百万円ですけど、その数百万円も仕事してない期間で全部使い切っちゃって、お金も全部なくなっちゃいました。本当にすごいアホですよね。お金なくなっていってんのに仕事も始めずに絵描いたりとか文章書いたりとか自分のやりたいことしかやってないニートみたいな状態でよくいられたなって今振り返っても思うんですけど、なんで僕の場合は一番大きい鬱になってから、またなんかこうちょっと元気になったらまた仕事をした方がいいだろうなみたいな気持ちでまた仕事を始めてしまったんですけど、それが結果として見ると、その不安定な気分の波みたいなのを長引かせちゃったなっていう風に今振り返って感じてますね。でもっと早くからもう全部の仕事を辞めて、もう新しいことも始めないっていう、始めなくていいっていうことにして全部投げ打って、で創作活動も別にやんなくてもいい、やりたくなったらやるし食べたくなったら食べるっていう自分のから生まれてくるモチベーションですねが働かないうちは別に何もやんなくていいっていう風に早めにしてあげて休み切ればよかったなっていう風に思ってます。その分早くから自分の気持ちいいやり方で生活できただろうし、手放すのが早ければ早いほどよかったなっていう風に今は感じてます。はい、という感じで、もう一回おさらいすると、とにかくうつの最中でめちゃくちゃ一番きつい時には、全ての約束、全ての仕事全部を放り出してもうできる限り寝る、何もしない、何かしたくなった時にだけそれをする、やりたいって思ったらそれをやるって言ったら結構ハードル高いように思えるかもしれないですけど、僕だったらですけどマクドナルドのポテトが食いてえなとか思う、うつの最中にはそれさえなくなっちゃうんですけど、ちょっとずつ回復してくるとフライドポテト食いてえなみたいな、ウーバーイーツでフライドポテトを頼んでもう家から出ずに食べるとか、本当にとんでもない低いハードルを自分の中に設定して全てを放り出して寝まくるということが、うつから抜け出していくための実は一番近道なんじゃないかなっていうふうに僕は感じてます。はい、ということで僕の一番深かったうつの時の体験と今振り返ってどういうふうに乗り越えるのが一番最善だったかっていうようなことをお話しさせていただきました。皆さんのうつからの立ち直り方でこういうふうなのが良かったよっていうのがあればぜひ教えてください。ということでこのチャンネルでは躁うつ双極性障害のことだったり、気分の波とともにどういうふうに豊かに生きていこうかっていうことに関してお話ししています。よろしかったら Like、チャンネル登録してくださるととっても嬉しいです。動画を見てくださってありがとうございました。いつも本当に温かいコメントありがとうございます。何回も読んでその度に元気をもらってます。ありがとうございます。じゃあねー。